ですよ。山本でございます。この講座の4人目の話者でして、私は東南アジアの事例をもとにコミュニティとメディアとコミュニティという観点からコロナ後の世界についてお話しします。コロナ後の世界が何を意味するかというのは後でお話しするとして、まずその4回の並びについてちょっと見ていただきますんで、じゃあスライドの方お願いします。はい、これが表紙で、こちらですね。第1回の今日は、イントロダクションとその後で文化空間の被災と復興ということで、災害についてお話をしますし、2回目は戦わないナショナリズム、3回目が根血と越境が育てるコミュニティ、そして4回目が映像メディアとコロナ後の世界ということで、この一見バラバラなこの4つの話題が全体でどのように一つにまとまるのか、まとまらないかもしれませんが、まとめるように頑張りますけれども、それはその私の専門である地域研究と関わっていますので、初めに地域研究について自己紹介がてらお話しさせてもらいます。私たち日本について考えるときにしばしばその欧米諸国と比較することがあります。それはいろいろな理由があると思うんですが、おそらくその日本が国際社会の一員になろうとしていた頃に、国際社会では欧米諸国、ヨーロッパ諸国が中心で、そこでは、そこに書いておきましたが、国内の住民が一つの民族としてまとまることで国力が高まるという考え方が強かったからだろうと思うんです。で、この考え方に従うと、ヨーロッパ諸国は日本よりも進んでいて、だから日本が追いつくべき目標のような立場になりますし、それに対して第二次世界大戦後に独立したアジアやアフリカの国の多くの新興国は日本よりもさらに遅れているということになるわけです。しかし世界は変わってきていてですね、技術の発達によって国境を越えた移動や物流やそれからその情報のやり取り、通信が容易になっていくということで、国内で一つの民族としてまとまることで国力が高まるというのではなくて、多数の多様な国々や人々と関係を持つことで互いの力が高まっていくというような考え方も強くなってきていると思うんです。現実にはそういうことも増えていると思うんですね。で、そのような世界で必要とされるのは、互いに異なる背景を持つ異質な人々が一つの社会を作ることです。で、この考え方に従うと、アジアやアフリカには日本よりはるかに多くの経験を持った国がいくつもあります。で、ヨーロッパ諸国はアジアやアフリカの国々よりはその点では遅れています。しかし日本はそれよりもさらに遅れているところがあると思います。そのため、これからの世界と日本を考えるには、ヨーロッパ諸国、そして日本社会、それからアジアやアフリカの国々というその3つを比較して、世界の中で日本がどのような位置にあるかというのを捉えることが大事だと思うんです。で、このように外国の社会や文化を研究することで、世界や日本について考えるというのが地域研究です。私の研究対象は東南アジアなので、この講座では東南アジア、特にマレーシア、それからインドネシアを中心にお話しすることになります。さて、東南アジアについても簡単に紹介しておきますが、現在の国でいうと11カ国あります。そして ASEAN、東南アジア諸国連合に加盟しているのは10カ国ですので、ほぼそれと重なっている地域です。で、東南アジアの特徴をあえて一言で言うとどうなるかというと、一言で言うとの答えとしてはちょっとおかしいんですが、特徴を一言で言えないほど多様だというのがその東南アジアの特徴です。東南アジア域内の国同士でもそれぞれ大きく違っているし、東南アジア 国内にも多様な人々が暮らしている。で、そういった東南アジア社会で培われてきたのは、お互いに違っていても隣人を愛し合うというような精神論ではなくてですね、ここから先は私の言葉なんですが、お互いに愛し合わなくてもいい。それどころか、もう気に入らなければ気に入らないと思ってても構わない。でも、殴り合いや奪い合いはしないし、問題が起こったら協力して解決する。で、こういう人間関係です。で、この点において東南アジアの国々や人々はとても優れています。なので、東南アジアの経験を知ることは、これからの世界と日本について考える上でとても大きな意味を持つはずだというふうに思います。
なので東南アジアのお話をするんですが、しかしこの講座では東南アジア社会の個別の事情についての説明は紹介しません。例えば何でしょう、ラクサ食べたいなとか、パンシット美味しいなとかっていうような話は出てきません。すいません。それよりは異なる背景を持つお互いに異質な人々がどのように協力し合って一つの社会を作ろうとしてきたかという東南アジアの経験をお話しして、それをもとに東南アジアの社会について理解を深めるとともに、世界と日本について一緒に考えていければというふうに思っています。さて、大丈夫ですかね。ではコロナ後の世界と何かという話なんですが、コロナ後の世界についてどう考えるかということをお話ししながら、この4回の授業の内容を簡単に紹介したいというふうに思います。で、第1回の今日は先ほども言いましたように、これからお話しするイントロダクションと、それに続いて、自然災害対応についてお話しします。新型コロナウイルス感染症は自然災害ではないんですが、社会を襲う災いにどう対応するかという意味では、自然災害の対応の経験が参考になるのではないかというふうに思います。それからこの新型コロナウイルス感染症、それからそれによる社会への影響、そのこと長いので、まとめてこの講座ではコロナというふうに呼ぶことにします。で、このコロナは言うまでもありませんが、私たちの生活を大きく変えました。個人の生活も変えたし、世界規模で社会の在り方も変えました。コロナ以前の世界では、人々は互いに緊密であればあるほど良い、交流が深まれば深まるほど良いというような発展の道をたどってきたと思います。なので国境の垣根を低くして、人も物も情報も国境を越えて自由に大量に行き来できる方向に世界が向かってきたわけです。ところがコロナの影響下では、感染を避けるために社会的距離を保つことが求められています。社会的距離といっても実際に求められているのは物理的距離だったりするんですが、なぜか社会的距離というふうに言ってますね。で、そのせいだっていうわけじゃないんでしょうが、物理的距離だけでなくて、例えばどの地方が危なそうだとか、どこの国から来た人に気をつけろとか、どの職業がとかいうふうに、居住地とか職業とかという属性によって他人を警戒するという、そういう心理的な距離も見られるように思うんですね。で、この考え方を進めていくと、国境や他の境界を閉ざして孤立するのがいいのではないか、そうするしかないのではないかという考え方につながるかもしれません。でもどうでしょうか。医学的な見地から他人との接触を抑える。そうするとコロナの流行を抑えられるけれども、経済的に社会が成り立たなくなってしまう、立ち行かなくなるという議論が当然ありますが、それと同じように国境や他の境界を閉ざして孤立すると、コロナの影響は防ぐかもしれないけれども、経済的にも文化的にも立ち行かなくなるのではないかと思うんですね。で、このことに関連して、この講座の第2回では、民族主義とか愛国主義と訳されるナショナリズムについて考えます。その時のキーワードは創造の共同体です。ご存知の方も多いかもしれません。それから第3回では、コミュニティの発展における根血者と越境者の役割についてお話します。ここのキーワードはプラナカンです。これも聞いたこと、東南アジアをご存知の方、馴染んでいる方は聞いたことある人がいるかもしれません。さて、コロナ後の世界ですよね。ワクチン開発などによってコロナはいずれ収束するとは思うんですが、しかしコロナの流行が収まったとしても、他人との社会的距離を気にするという気持ちはすぐにはなくならない、収まらないんじゃないかと思うんです。それはいつまたコロナが再流行するかわからないし、コロナではない感染症が流行するかもしれないということのために、他の人との関わり方を気にしてしまうという気持ちがもうなくならないかもしれない。もしかしたらなくなるかもしれませんが、当分なくならないのかもしれないと思うんですね。このように他人との社会的距離を意識するという考え方に私たちが目覚めてしまった。それ以降のことをこの講座ではコロナ後というふうに呼ぶことにしています。なので、ここでいうコロナ後というのはコロナが収束した後という意味ではありません。2020年7月の初旬現在、コロナはまだ収束していませんが、しかし今私たちが経験しているのがコロナ後の世界だというふうに考えます。
コロナと社会の関係にはいくつか言い方があって、そこにも、ウィズコロナとか、アフターコロナとか、ポストコロナと書いておきました。それぞれの定義は、定まってないかもしれませんが、感覚的に見て私が言っているこのコロナ後に近いのはポストコロナなのかなというふうに思います。ただ、どれがコロナ後と合っているかという話はもうこれ以上ここではしません。で、そのコロナ後の世界なんですが、そこでは社会的距離を保つという考え方があるので、人と人とのつながりが疎遠になるというふうに考えられます。国境や他の境界を強くすることで互いに孤立を強めていくということが実際に起こっていくのかもしれません。ただ、コロナ後の世界について、それと同時にもう一つ考えておく、目を向ける必要があると思うのが、情報技術の発達によってテレビ会議とかウェブ会議のような形で人と人がつながる機会がとても増えていることです。今まさにこうやってることがそうと思うんですけども、それです。ソーシャルメディアというのはコロナ以前もありました。でもコロナ後の世界では直接知らない人同士でも、そして、国境を越えた人々同士でも、でさらに場合によってはお互いに言葉が通じなくてもメッセージを送り合うことができる。それはメッセージというのはテキストのメッセージだけじゃなくて、映像、動画で送る、双方向で送り合うということができるように思うんですね。双方向で映像を送れば、言葉が通じなくてもなんとなくメッセージが伝わる、思いが伝わるというところがあるでしょうし、言葉の場合でも外国語でお互いに通じなくても最近機械翻訳というのはとっても発達してますから、機械翻訳を使えばある程度の意思疎通も可能になってきていると思います。でそう考えると、コロナ後の世界というのは社会的距離を気にして暮らすという考え方がある一方で、情報技術の面では世界規模で人々がつながって映像などによって情報のやり取りが密に行われているというこの2つが同居している状況だというふうに思います。でそうなった時に大切なのがコミュニケーション、あるいは解釈する力だろうと思うんですね。情報を解釈する力です。自分が発したメッセージがもともと発した意図とは違う形で受け止められて、他の人を例えば傷つけたりとか怒らせたりするということがあるかもしれないし、他人が発したメッセージをその人がもともとの意図と発した意図と違う形で受け止めて、嫌な気持ちになったり傷ついたり不愉快になったりということがあるかもしれません。でこれが対面でのやり取りだったら、今言ったのどういう意味なのってちょっと聞いてみたりとか、それ聞かれて、いや実はこういう意味なんだよっていうふうにすることで、解消していく小さなやり取りもあると思うんですが、しかしそのリモートの関係ではそれがちょっと解消されないまま積み重なっていくということもあるかもしれないというふうに思います。で一旦メッセージを発したら、それが誰によってどう解釈されるのか、それを完全にコントロールすることはできないわけです。日本語で発するのであれば日本人以外には伝わらない、日本語がわからない人にはわからないから大丈夫という考え方はこれからますます通用しなくなっていくわけです。なので自分が発したメッセージを発したメッセージがどんな意味を持ってしまうのかということを知っておく必要があるでしょうし、そのためには他人が発したメッセージをどう受け止めて、それをどう解釈するのかという私たち一人一人の解釈する力がますます重要になっていくだろうなというふうに思います。でそのようなその解釈する力をつけるには、これ外国との話、外国との関係の話なんですが、外国語を学ぶことが第一です。それはもちろんそうなんです。ただし外国語を身につけるだけでは十分ではないだろうと思うんですね。というのは、同じ言葉でも置かれる文脈によって意味が変わることがあるためです。なので言葉だけでなくて文脈を理解することが大切になります。ということでこの講座では、映像メディア、特に映画に注目して、第4回では映像を通じて社会の文脈を捉えることについて考えたいと思います。はい。ここまでで前置きです。全体の流れはこんな感じで、災害、2番目に災害の話を3つして、それから3つ目にスマトラの例のお話をして、そして最後にまとめるということで、40分ぐらいでまとまるかなというのでやってるところです。さて、では災害と社会の話のうちの1つ目ですね。この自助、共助、公助と外助について見ていただきます。
この図を見ていただきたいんですが、これは災害の時に誰が救出してくれたのかという調査の結果です。1995年阪神・淡路大震災で倒れた家屋からどうやって外に出たかという調査があります。これを見てもらいただくと、自力で脱出したという人が 35%、同居の家族に助けられた人が 32% です。そして友人や隣人に助けられた人が 28%、知り合いではないけれども近くを通りかかった通行人に助けられた人が 2%、そして警察や消防などの救助隊に助けられた人が 2%、その他 1% というふうになっています。自力で脱出したのと同居の家族による救出は、どちらも自分で自分を助けるということですので、合わせて自助というふうに呼んでいます。それから友人、隣人や付近の人が助けてくれることを地域社会で助け合うということで共助というふうに呼んでいます。それから警察や消防のように緊急時の人命救助を業務として生業として行う人々、組織、これに助けられることを公助というふうに呼びます。そうすると、この調査から分かるのは、公助がとても小さい。つまり、大規模な災害が起こったときには、警察や消防による救出はほぼ期待できないということです。小さな災害、建物一つあってエレベーターに閉じ込められたとか言ったら、何時間か待ってれば必ず誰か助けに来てくれるというのは信頼していいと思うんですが、大規模な災害が起こったときに、じっと待ってれば必ず誰か助けに来てくれる、特に警察、消防、あるいは自衛隊、助けに来てくれるということは期待できない。それは念のため言っておきますと、自衛隊とか警察とか消防とかが怠けてるからではなくて、被害の範囲がとても大きくて、とてもその手が回らないということだと思うんですね。で、そうなると、自助と共助を高めるしかないわけです。で、自助を高めるには家具を固定するとか、非常用の水とか食料を備えておくとか、家庭でできる備えをするということが考えられるわけですけども、家庭でできる備えには限りがあるので、そこで助けになるのは共助。つまり友人とか隣人の助けですね。で、そのため日頃から隣近所の人と付き合いをしていて、何かあったら助け合える関係になっておくことが大切です。とは言ってもそのプライバシーへの配慮というのがあるので、それとどう両立させるかという問題はあるんですが、それでも地域社会で共助をいかに高めていくかというのが災害の被害を軽減するために大切。これが今の日本の防災の基本的な考え方だと思います。で、それはそうなんですけれども、でもこれからの日本の防災はこれで十分なんだろうかということをちょっと考えたいですね。で、私はこの図でいうところの共助の一部でわずか 2% しかない通行人、通りがかり見知らぬ人、ここにもっと目を向けたらどうかというふうに思うんですね。地域社会の人同士で助け合う関係を普段から作っておくということはもちろん大切なんですが、ただ知り合い同士で助け合うという考え方の裏には、知り合い同士だから助け合うということは、知らない人は助けられなくても仕方ないというような考え方があるように思うんです。でもこれからますます国際化あるいは都市化が進んでいくと思いますので、そうした場合には知っている人同士がお互いに助け合うだけでなくて、知らない人同士でもいざという時に協力し合える、助け合える、そういう社会環境、場合によっては制度、仕組みを整えていくことも大切ではないかなと思います。この互いに知らない人同士が助け合うことは、この図では通行人なので共助に入れられていますが、でも潜在的にはここもっともっと大きくなる可能性がありますから、そのことを考えると自助、共助、公助の枠の外に出して、外助と呼んではどうかなと思います。そうするとこれからの防災は自助、共助、公助、それに加えて外助、この4つで考えるというのはどうだろうかというふうに思います。ちょっと早足で言ってきますけども、災害についての1つ目の話が以上でした。もう一つ、2つ目は、災害について考えたい2つ目のこと、災害は日常の延長であるという話です。私たちは災害を日常生活から切り離された特別な時間、あるいは特別な空間であると考えがちです。災害が起こると、早く元に戻って再び日常が送れるようになればいいなと思ったりします。それは災害が日常から切り離された特別な時間なので元に戻したい
という考え方があるためです。ただその元に戻す、災害が日常から切り離されたという発想は、現在の日本のようにインフラがとても整備された社会で一時的に見られる考え方だろうと思います。世界全体を見ると、あるいは歴史的に見ると、災害は日常から切り離された状態ではなくて、日常の延長上にあるものだというふうに捉えられます。というのはこういうことです。私たちは日頃さまざまな問題、課題を抱えて実は生活しています。大きいものもあるし、小さいものもあります。個人や家庭の課題もあれば、地域社会、あるいはその学校、職場、国や世界といういろんな規模があります。でも、多くの場合、その問題なんだけど、それほど大きな問題ではない、あるいはそのすぐに対応しなきゃいけないことでもないということなので、問題そのものに気がつかなかったり、あるいは他のことを優先したり、例えば経済的な事情とかですね、優先したりして、多くの問題を放ったまま日常生活を続けています。あるいはある程度の人にとっては深刻な問題かもしれないけれども、社会の多数の人にとってあまり大きな問題でないと思われると、それは放ったままにして何事もないように社会が営まれていくわけです。で、社会に力が加わることで、その社会の一部が壊れるのが災害です。昨日の瀬戸口先生、災害は外から来るのではないという話がありましたが、それについては後でまた議論するとして、社会の、外からですかね、中からですかね、社会に力が加わって社会の一部が壊れるのが災害です。ただし、災害はその時被害を均等に与えるのではなくて、潜在的に課題がある部分により大きな被害を与えます。なので、社会のより弱い部分がより大きな被害を受けるというふうにも言えます。で、このことを逆から言うと、災害は被害を生じさせることで、その社会が潜在的にどのような課題を持っているかというのを人々の目に明らかにする働きがあるということです。なので、そう考えるならば、災害で壊れたものを直すというだけの災害対応をすると、社会が抱えている課題も元に戻してしまいます。そうではなくて、災害で明らかになった社会の課題に手当てをして、被災を契機により良い社会を作るということが大切です。念のためここでもまた補足しておきますと、より良い社会というのは、例えばより早くとか、より大きくとか、より快適なというようなことを直ちに意味するわけではありません。どのような社会がより良い社会なのかということを考えるのも含めて、より良い社会を作るということでもあります。社会が潜在的に抱えている課題を知るには、災害による直接の被害を見るだけでは分からず、被災前と比べる必要があります。それから被災地だけを考えるのではなくて、その周辺、より広い範囲の中で考えることも必要です。災害直後の緊急大会だと、直接の被災者への対応を優先する。これはもちろん当然のことなんですが、しかしその後の復興を考える段階では、直接の被災者の意向を最優先にするべきなのか、それとも将来の災害に備えて適切と思われることを、場合によっては直接の被害者の意向と違っても優先すべきなのか、これは難しい問題です。現場から切り離して頭の中で考えても簡単には答えが出ない問題かなと思います。これは倫理学の児玉先生の講座でを元に考えていくのが良いかなと思ったりもしますけれども、それはともかく、コロナの話と結びつけると、コロナは自然災害とは違うのですが、これを仮に災害とのアナロジーで考えると、コロナも社会が潜在的に抱えていた課題を明らかにするものかもしれません。で、そうであれば、コロナの影響を通じて社会がどのような課題を抱えているかというのを考えて、それに手当てをするような形でコロナへの対応を考える必要があるのかもしれないと思います。はい。災害について考える3つ目をお話しします。それは文化空間の被災と復興というお話です。災害で被害を受けるのは人命や財産だけではありません。人々の記憶の拠り所も災害で被害を受けます。例えば災害で馴染んだ風景がすっかり変わってしまったという時に、自分が一体誰でどこにいるのか分かんなくなってしまったという感覚に襲われた人もいます。この風景というのには、実はその個人の印象や価値観、そういった主観が織り込まれている
ものです。逆に言えば、個人や社会が風景に意味を紐付けしたものを文化空間と呼ぶということができます。そうすると災害では人命や財産だけでなく文化空間も被害を受けると言えます。災害で建物が全て壊されてしまった時に、そこの現場に行くと、その土地のことをよく知らない人が見ると、その更地、あとは瓦礫にしか見えないでしょうが、でもその土地のことをよく知っている人から見れば、たとえ目の前に現実に広がっているのが更地であり、残されているのが瓦礫だったとしても、そこにいた記憶や経験と結びついて、ちょっとしたその建物の土台があるとか、木がまだ一本残っているとかっていうことなどと結びついて、昔こんなことをしたなとか、あそこで誰と会ったなとかっていう記憶と結びつけてですね、意味が備わった文化空間が感じられているわけです。目には見えないけども、文化空間が目に見えていると言ってもいいかもしれません。ただ復興事業では多くの場合、被災地の外の人が計画を立てて事業を進めることになります。その場合に先ほども言いましたように、被災地のことだけでなくて、周りの地域のことも考えて、それから直接の被災者のことを考えるんじゃなくて、被災者のことだけを考えるのではなくて、将来その地域に暮らす人たちのことも考えて、より適切と思われるような復興事業を進めることになるわけです。で、そこには直接の被災者たちに見えているであろう、その文化空間が反映されることはあまりないかもしれません。で、ここは難しいところで、被災地に長年暮らしてきた人たちの思いをなるべく尊重したいと思う一方で、でも将来その地域に暮らす人たちのために、次に来る災害の被害を軽減するための仕組みを作るということも大切で、この2つがうまく噛み合わなかったときに、両者にどう折り合いをつけるかというのは難しいです。難しい理由の一つは、文化空間というのは目に見えるように表現するのが難しいからで、被災地に長く暮らしていた人たちに見えている文化空間をどのように表現して、それをどのように受け止めればよいのかということについては、なかなかうまい方法が見つからないというのが実際のところです。なので、これに対する直接的な答えはないんですけれども、一つの試みとして私が関心を持っているのは、被災地で意味の紐付けがされているのを見つけて、その意味を考えてみるという方法です。意味を紐付けるというのは、何か目に見えているものをその場に置くことで、何らかのメッセージを伝えようとするということです。何か置くといっても、被災直後だったらあまり物がないんで、その場にあるような、例えば花を置いてみるとか、そこら辺に見つかったその石を重ねて置いてみるとか、手書きで何か張り紙をしてみたりとか、被災地で手に入るあり合わせのものを使ったりすることがよくあります。場合によっては、自分の体を動かして、自分が何か行動を起こして、それを人に見てもらうことで示す、表現するということもあるかもしれません。で、こういったことは、外から、あるいは上から行われる復興事業に対して、地元のことを知っている人たちが、現場に意味を紐づけることで、目に見えない文化空間を可視化しようとしている試みというふうに捉えることができるように思います。もしかしたらそれをしている本人たちはあんまり深い意味を考えてなくて、ただその場にあるものを動かしただけということなのかもしれません。でもそうであったとしても、それをきっかけにして文化空間について読み解く糸口になるのではないかなというふうに思うんです。で、紐付けられているものを見つけて、そこにどんなメッセージが込められているかというのを考えて、その解釈をもとにできればその地域の人たちと意見を交換していくということで、文化空間を可視化することにつながると思います。で、そのような例として、日本の例なんですけれども、被災地で見つけた意味の紐付けの例として興味深いなと思ったのをちょっと紹介したいと思います。写真が写っていると思うんですが、東日本大震災の被災地である宮城県の南三陸町ですね。ここは切子と呼ばれる切り絵で有名なところでして、津波で家が全て流された地域で、私被災から2年目ぐらいですかね、訪れた時に、それぞれの人が自分の家があった場所に、アルミの合板で作った切り絵の大きなボードなんですけども、それを立てて、絵と字と立てているというのがありました。で、いくつかあったんですけども、その中から特に私が印象に残ったものを一つ紹介しているんですけれども、文字のところを見ると、親の背中を見て育った子供たちにこの背中を見せる
という言葉が書かれています。これどんなメッセージが読み取れるかなっていうことなんですね。考えていただいてどうですかって聞きたいところですが、時間がちょっと短いというところもありますんで、考えていただくとして、どうせこういうものはその答えはないですので、それぞれが考えていただければいいんですが、私なりの考えっていうのは、背中を見て育ったっていうのは生き方をその親から教わったということなんですが、それを親が言葉でなくて行動で示した、言葉で教えたのでないというところが意味を持っているかなと思うんです。その後半の子どもたちにこの背中を見せるっていうのは、そうやって育った自分が今度は自分の子どもたちに教える番になった時に、親から学んだことを親から学んだ方法で伝えていくということです。で、肝はやっぱり言葉で教えたのではない、あるいは言葉で教わったのではないというところで、これを作った人、被災地で家が流されてしまって、これからの生活はとても厳しいものになるだろうということはもう分かる。でも子どもたちのためにもその困難を乗り越えていくぞという思い、それからそれがどんなに苦しくても子どもたちには背中しか見せない、つまり子どもたちの前では弱音を吐かないというその決意が感じられるなと思って、これ深く印象に残りました。それはそれだけで、その次のもう一つの例を紹介します。これは2007年の能登半島地震で被害を受けた石川県の輪島ですね。能登半島の輪島で、この輪島という地域にはだんだらというこの地方に特有の川柳があるんです。これ川柳で五七五なんですが、五七五の真ん中の七の部分を同音異義にして前半の五七と後半の七五にそれぞれ意味を持たせているものです。静音、濁音、半濁音、点々や丸は入れ替え可能です。で、上の上の句と下の句はそれぞれ意味を持っているんですが、お互いに意味のつながりがなくても良いということのようです。で、写真に写っているだんだらは、上の句が能登地震予期しなかったですね。下の句が予期しなかった朝一でということで、中七の予期しなかったというのが同音異義になっているということです。で、輪島に行ってみますと、その写真のようにですね、その市民が投稿しただんだらが街角にずっと掲示されていて、でそれを一つずつ読んでいくと、辿っていくとその朝市に着くようになっているという工夫がされているんです。で、その中の一つ、街角で見つけた一つを右側に抜き出してみました。で、下の句の七の部分を伏せていますが、なんだかわかるでしょうかというクイズなんですけども、これも時間があまり限られてますんで、後で動画で見ている方はここで止めてちょっと考えていただくとして、この答えはですね、上の句は朝一にまだい石代ですね。で、下の句はまたいい時代きっと来るということで、まだい石代とまたいい時代というのが同音異義になっているという話です。で、これもだんだらというのはその上の句と下の句が直接つながってもなくてもいいということなのでそうなんですけども、これつなげて捉えるといい話だなと思ってまして、朝市にそのさまざまな魚があってその賑わってる、いろいろな種類の魚があるっていうのはそのいろいろな種類の人々が来て賑わってるっていうことも見えてくる感じがします。で、もともとこの海に面したこの地方っていうのは海との関わりで栄えていたわけですけれども、陸上交通の発達に伴ってそうすると海辺の地域っていうのは中央からは遠い地方みたいな扱いになっていく。なので以前の栄えている様子っていうのはちょっと衰えているところがあるかもしれないけれども、でもまた海の向こうの世界と積極的につながるようになる時代が来れば、この地域も世界への玄関口として一層活気のある地方になる。そうすると、いろんな魚ももちろん市場に来るし、いろんな人々もやってくる。で、そういう活気のある地方、あるいはその活気のある社会や国の玄関口になるという時代が来るだろうみたいな期待が感じられて、これもいいだんだらだなというふうに思ったりしました。で、こういうのを見てですね、作った人たち、あるいはその地域の人たちとお話をしたりするっていうのが面白いところなんですが、今日はそれについてはここまではこうしまして、災害の話はここで、あとはスマトラの地震と津波の話をちょっと残りの時間でします。
災害が社会の潜在的な課題を明らかにするということに関連して、インドネシアのスマトラ島の災害の例を紹介します。でスマトラの災害の例というと、皆さん2004年12月のインド洋津波のことを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、これはその3年後、2007年のスマトラ島のもう少し南、ベンクルー州、西スマトラ州に被害を及ぼした地震と津波の話です。でこの地震が起こった時にですね、人道支援団体が、被害の状況を調査して、それからその緊急支援が必要かどうかを調べる。必要だったらどんな支援が必要かっていうのを調べるために現地入りすることになりました。で私もちょうどそれに同行する機会があったので、現地入りして調査をしました。ベンクルー州のベンクルー市というところから約600キロ離れた西スマトラ州のパダン市というところの間の600キロを突っ走れというわけではありませんが、車で往復して被害の様子を調査したんです。でこの調査の途中、地元のテレビを見てますと、テレビニュースでベンクルの被災がちょうど報じられていたんですが、その中で、その写真にも上げておきましたが、支援団体が被災者に支援物資を配ったところ、そのお米をもらった被災者が突然怒り出してですね、その米が入った袋を道路に叩きつける。何度も何度も叩きつけて、破れてお米が出てこぼれてしまう。そしたらそれを足で蹴って撒き散らすという大変ショッキングな映像が流れるニュースがありました。インドネシアも米が主食なので、お米はとても大切な食べ物です。でそれを足で蹴って食べられなくしてしまうというのはとてもショッキングで、全国ネットのテレビニュースでその日も何度か、それから翌日も繰り返しこの映像が流されました。で私たちはその地域の郡役所、村役場などをいくつか訪問してたんですが、ちょうど翌日訪れた郡役所の一つがこの事件が起こった現場の役所でして、でこの話聞いてみたんです。で同行した人道支援のスタッフにとってもショッキングだったようで、人道支援のスタッフは被害状況はどうですかっていうのはもちろん聞くんですが、それに加えてこの地域の治安状況はどうですかというのを郡長さんに聞いていました。それは人道支援の立場からは、支援団体のスタッフが現地入りした時に被災者から襲われたら大変だというので、それを確認する必要があったんだろうと思います。ただ私は地域研究の立場なので、一見奇妙に見えることがあると、その地域のことをより深く知る糸口になると考えていますから、この怒って米を投げ捨てた人の背景について詳しく教えてほしいということで郡長さんにお話を聞きました。でそうすると、この地域の住民の間には災害以前から確執があった、住民同士の確執があったというお話をしてもらいました。この地域はもともと人が少なくて、国内の他地域から入植して農園開発が進められた地域だったそうです。で先に入植した人たちは事業に成功して、内陸部の幹線道路沿いに大きな家を建てて住むようになりました。でそれに対して後から入植した人々は、沿岸部に簡素な家を建てて漁をして暮らしています。で船を持つだけの経済的余裕がないので、内陸部の人々が持っている船を借りて漁をしています。このように入植した時期の違いが経済状況や住む地域の違いになって、しかも両者の間に雇用と非雇用の関係があって、災害の前から感情的な軋轢があったようです。しかも内陸部の幹線道路沿いと沿岸部とは行政上は別々の郡に属していたようです。なので地震が起こると津波の可能性があるということで、沿岸部の人たちは内陸部に避難しようとするんですが、内陸部の人たちからなぜその隣の郡から来たんだということで受け入れてもらえず、農園や郡役所の敷地にテントを張って避難生活を送っていました。今写真で見ていただいたのは沿岸部の人たちの避難の様子で、次のこの写真はすみません、さっきが幹線道路沿いの人たちの避難の様子ですね。こちらは沿岸部の人たちがそのテントを張ったりしているというところです。支援団体やマスコミはこの地域の事情をあまり知らないので、もともと幹線道路沿いに住んでいた人たちと沿岸部から避難してきた人たちの違いはわからないんです。なので、ある支援団体や郡役所の前に行って、そこにテントを張って避難していた人たちに支援物資を配ったところ、内陸部の人たちの目からすると、自分たちの郡の郡役所で配られた支援物資を、よその郡の住民である沿岸部の人々が横取りしているというふうに映りました。で、そのことで言い争いが起こる
ですね。それで日頃から沿岸部の人たちは内陸部の人たちに見下されているという感じていたこともあって、そこまで言われるんだったら支援物資はいらないと言ってもらった米を投げ捨てて、その蹴っ飛ばしたということだったようです。つまりニュースで支援物資を投げ捨てたと報じられた人たちは喧嘩っ早い乱暴な人だったわけではなくて、災害の前から内陸の人たちと対立関係があって、それが被災をきっかけになって表に出てきたんだということです。この支援物資の米を無駄にしてしまったことは決して褒められたことではありません。食べ物を足で蹴ったというのはやっぱりひどいことだったと思います。でもそれは個人的な恨みを晴らす行動だったのではなくて、自分たちが置かれた状況の改善を願う気持ち、それがその現れた行動だったのだろうなというふうに理解することができます。これが全国ネットでニュースとして流れたことで中央政府も関心を持ったようで、私が滞在中たまたまだったんですが、軍役所に中央政府から事情を説明するようにという電話があって、問題の解決を指示されたというような話を文長から伺いました。でこのように、災害は、社会が被災前から潜在的に抱える問題を明らかにする働きがあります。で現場で何か見かけたとき、それが違和感があったとしても切り取られた部分だけ見て判断するのではなくて、被災前との関わりの中で違和感の理由を調べることで、その社会が潜在的に抱えている課題が見えてくるんだろうというふうに思います。さてちょっと時間を過ぎてしまいましたが、ここまで来たところの最後にまとめをしたいと思います。コロナ後の世界では私たちは社会的距離を意識して暮らすことになるんですが、その一方でリモートでの双方向での映像付きコミュニケーションが一層密になるので、コミュニケーションの力がますます重要になると思います。それは国境を越えていくし、言葉が違っている人の間でもその国境を越えて言葉の違いを越えてやすやすと越えてコミュニケーションが広まっていくという時代です。でそういう状況をどう考えるかということをこれから4回で考えるんですが、今回は災害対応のお話を中心にしました。災害対応について言えば、自助、共助、公助に加えて外助、つまり知らない人同士の助け合いということにもこれから目を向けてはどうかというふうに思います。それから災害というのは社会の潜在的な課題を明らかにする働きがありますので、コロナが災害と同じかどうかというのはちょっとまだ分からないところがありますが、そことのアナロジーで考えるのであれば、コロナによって明らかになった社会の潜在的な課題、あるいはコロナの影響によって社会のどのような課題が明らかになったのかということを考えることによって、それに対応するという仕方でコロナへの対応を考えることに意義があるかなというふうに思ったりします。こういったことを考えるにあたって、今日この4回のこの講座では東南アジアの例をもとに考えたいというふうに思っています。それは、異質な他者同士で社会を作ってきたという東南アジアの経験を踏まえて、同じようなその均質な人々が集まって社会を作る、それによって社会が力を強くするということではない、異質な人々同士がお互いに好きにならなくてもいい、でも殴り合いや奪い合いしなくて、何か問題が起こったら協力し合える、そういう関係を作ることで問題を解決するという方向に考えられればというふうに考えるためです。ということで、ちょっと時間が過ぎましたが、私からのお話はひとまずこれで終わりとさせていただきます。はい、参考文献はよろしかったらご覧ください。はい、それでちょっとチャートすみません、お話みたいになっちゃいましたが、質問をお受けするんでしたっけ。はい、これから増えていくかもしれませんけど、はい、こんな感じで、はい、コメントみたいなのも入ってます。はい。先ほどの時間は何でしょう、その千本ノックみたいな感じでバーッとたくさんお答えなさってましたが、私は順番に見ていきます。人と人とが近づいてこそ社会という前提があったから社会的距離というのかも。深いですね。社会的距離、そうですね、社会的距離について、もうちょっと考えた方がいいですね。ソーシャルディスタンスとソーシャルディスタンシングが違うみたいなね。ソーシャルディスタンスっていうのは社会学でもともと違う意味を持ってたみたいなこともあるみたいですが、ちょっとこれコメントとしていただいて考えてみたいと思います。
家族は自助なのね。家族が共助でないことに少し驚いています。お互いに助けることだと思うんですが、これは何でしょうか、その世帯を単位に考えるっていう発想があるからなんでしょうかね。なので自分とそれから同居の家族は自助という範囲にして考えているのかもしれません。はい。で、コロナの面白いところは、被害を受けたのは世界全土ということじゃないだろうか。これと同じネタで言うと、気候変動みたいな問題があるように思う。考えてみます。コロナ以前に社会が抱えている問題を明らかにするという例はありますか？私はコロナで初めて感じました。風俗業への偏見や貧困 DV など。コロナ以前の社会が抱えている問題を明らかにする。いろいろあるかもしれません。それはそれぞれの人がそれぞれの現場でどういうことを考えるかっていうのを持ち寄って、こんな課題があるよっていうのを出していくといいと思うんです。例えば何でしょう、私の身近なところで言うと、仕事がリモートになって、それでその、学校、職場に通わなくて済むようになったっていうので、その時にその通勤が大変だから、その通勤っていうのはどう考えるかって問題があったっていう話がある一方で、家で仕事をするようになった時に小さいお子さんがいたりするとそれをどこに預けるかっていう問題がまたあったりしてっていうんで、そういう問題もあるとか、それぞれいろいろな皆さんの現場で経験によって立場によって問題があると思うんですね。抱えてた問題が前からあったけども、それが、気がつかなかった、あるいは気がついてたんだけど解決されてなかったっていう問題がある。それをどんどん出していくことによってこれをきっかけに社会の問題を改善する方向に向かうと良いのではないかなと思ったりします。インターネットの中でも文化空間を感じることはあるのかな。わあ、すごいですね。こういう深い質問が来ますね。仮想空間なんですかね。仮想現実、バーチャルリアリティ、インターネットの中でも文化空間を感じることはあると思います。それは主観といいましょうか、自分がその思いを持っているということですので、それを紐づけていくということであれば当然あるんじゃないかなと思います。気候変動などで特に震災が多い日本国内の危険地域は変化しているはず。先祖が代々住んでいたからという感傷的な主張は難しくなるのではないか。そうですね。この、先祖が代々住んでいたからという感傷的な主張だからかどうかは分かりませんが、災害、特に日本では多いのは地震とか津波とか、地震ですかね。それへの対応、台風もありますから、どうするかというときに、もともといたところにとどまって、災害への対応をするのか、それとも積極的にその住む場所を移動することで災害に対応するのかというようなこと議論があります。これは、実は牧先生、牧野亮先生ですね。牧先生とか後ろにこれだ。この参考文献を挙げておきましたが、牧先生の、議論で、牧先生は住まいが移動するっていう本をちょっとお書きになってて、今ここでちょっとこれ手元にもらってませんが、移動することによって災害への対応を積極的にすべきじゃないかというような話がありました。それもご覧いただければと思います。それから、地域ぐるみの確執というのがどうもイメージしづらいです。日本でもあるのかな。あるようで、ないようで、ないようで、あるようでないと思って過ごしていられるのは幸せなことですので、ないと思います。ある人にはあるかもしれません。それから、このスマートラの地域住民の確執が明らかになった以降で改善につながるような、これはたまたまなんですが、私たちが訪問しているところに、郡長さんにインタビューしているところに、中央からその電話がかかってきてですね、指示して改善するようにということがありましたので、それで改善なされるというふうに聞いてました。ただちょっとその後どうなってるかってまだフォローしてませんので、それはまだちょっと別の機会でフォローしたいと思います。
外助の促進にはどのような方法が考えられますか。それですね。それを考えたいと思います。どうですかね。なんだろうな。促進というのは制度的仕組みで法律とかみたいなものを作るっていう促進の仕方もあると思うし、社会の人々がどう考えるかっていう促進、促進なのかなっていうこともあると思うんですね。で、制度の話は制度の話として、まず私たち一人一人がその外助みたいなものを良いと思うのかっていうことを考えるのが大切なのかなと思います。どうですかね。皆さんの後でコメントを見せていただけるらしいんで、コメントしていただければと思うんですが、やっぱり同じような考え方、同じような好みを持った人々が集まって、場合によっては外と比較的孤立してでもその中でまとまっていくことで力を強めていくっていう考え方はやっぱり依然として強いですか。それともそれはそれで重要だし心地よいけれども、でも違うような人々を場合によっては積極的に取り入れる、常にじゃないですけども状況によってうまく仲間に今回はこの人たちと一緒にやろうとか、今回はあの人たちと一緒にやろうとかっていうふうに違う人たちと組んでやっていくことが力を強める、お互いにですねっていうことを思いますかね。後者の方を思うような人々が多いということになれば、外助の大切さ、外助の必要性というのはことさらに言わなくてもそうだなってなっていくんじゃないかなと思います。外助を成り立たせるには何が必要なのでしょうか。他者に対する寛容さでしょうか。寛容さって何なのかなって思ったりして、ちょっと話それちゃうかもしれませんが、東南アジアの人々と話をしていると、寛容っていうと時々ねダメだ、嫌だって言われることがあるんです。寛容っていうのは何か一方的に与えるものだから、寛容なのじゃなくて私たちが求めているのは寛容じゃない。じゃあ何なんだろうかなんていう話をしたりします。でもここで言ってるのはちょっとそれと違うことなんですかね。異質な他者を受け入れる何でしょう、包容力。でも包容力もまたなんか受け入れるみたいですよ。なんかそういう受け入れるということでもいいんですが、私が東南アジア、特にマレーシアの社会を見てて心地よいなと思ったりするのは、好きか嫌いかはもうどちらでも良いというか関係ない。好きでもいいし嫌いでもいい。そのことは問題じゃないんです。言う必要もないし思う必要もない。そうではなくて、自分がしたいことは何で、相手がしたいことは何で、それをお互いにより良い結果をするためにはどういう協力をすればよいかっていうことを考えるので、それをするときに好みとかは関係ないというか、場合によってはもう嫌い、この人としてはちょっとどうかなと思う人でも協力できる、そういう割り切り方ですかね、かもしれません。嫌いでもいいから協力し合うという文化はどうすれば当たり前になるんでしょうか。これも今の話と重なります。どうなんでしょうか。その文化が成り立つまでの各地域のステップ例などがあれば知りたいです。それはですね、話し始めるとあと5分で終わらないぐらいなので、これと別にまた講座を立ち上げていただかなきゃいけないっていうぐらいになるかもしれません。どうすればいいんでしょうか。最初から全部うまくいってるわけではなくて、いろいろなトラブルもあったりするんですが、何か失敗があった時にその失敗をどう乗り越えるかっていうことでやってきているので、どういう失敗をしてきたかっていうのを考えればいい、具体的に考えればいいんでしょうね。ちょっとなんか一言でパッと思い浮かびませんが、マレーシアの人々の経験を一つ言うと、マレーシアっていうのはお互いにまるっきり違う民族が住んでいて、でその生活習慣とか考え方も違うので、良かれと思って相手にやったことが相手にとってそれが
良くないことである可能性が結構あったりするんです。なので何かをするときには黙って気持ちでやってあげるということをしないんです。なぜそれをするかっていうのを言葉で明らかにして説明した上でやる。あるいはその言葉で求められてないそれ以上のことを気働きをしてやってあげるということをしない。なぜそれを一緒にするのか、なぜそれをあなたにしてあげるのかっていうことをいちいち言葉で説明するっていうのをします。で、日本的な発想だとわざわざ自分があなたに善意でこういうふうにやってあげますよっていうのもどうかと思ったりするかもしれませんが、でもお互いに違うことを考えている人たちの社会では善意でやろうと善意でと受け止められるとは限らないので、なぜそれをするのかっていうのを言葉で説明する。で、いちいち説明するっていうのを積み重ねていくことによって、あの人はこうやってるのはこういう意味があるんだっていうのをだんだん分かっていくっていうことがあったりします。東南アジア諸国連合 ASEAN と欧州連合 EU の最大の違いは何でしょうか。最大の違いは何でしょうか。何でしょうかね。東南アジア諸国連合 ASEAN は国と国の関係ということにして、やってきたところです。最近はちょっとまた変わってきているのかもしれませんが、お互いの国の中にそれぞれ民族がいて、ある国の多数派少数派が隣の国に行くと少数派多数派で違ってきてしまう。なのでそれぞれの国のことで内政干渉をし合うと、お互いに国と国との関係が国内の民族間関係に影響してしまうかもしれない。あるいは国内の民族関係を他の国が何か言うと、それが、国際関係に発展してしまうかもしれないということで、国同士が内政不干渉と言いましょうかね。私は私、あなたはあなたじゃなかった。こういうのをなんていうんですか、大阪で。よそはよそ、うちはうちでしたっけね。よその国はよその国、うちのやり方はうちのやり方っていうのをそれぞれがやって、で国の中ではまたそれぞれやるというふうにして、その形で結びつく、協力するというのが EU との最大の違いなのではないかなと思ったりします。はい。家族を自助とするのが適切でない文化圏もあるのでしょうか。家族というものの在り方が多様化しています。そうですね。家族を自助とするのが適切でない文化圏もあるので、私は東南アジアといってもマレーシア、インドネシアとちょっとフィリピンぐらいしか知らないので、世界全体のことを知ってるわけではないので、ちょっと即答できませんが、家族を自助とすることは家族を自助とする。それはそれ。ただし、家族の在り方が多様化しているというのは確かで、同居している人だけが家族なのか、それともその家族のうちの何人かが別のところに行って、勉強したり働いたりしている。働いてお金を仕送りして、それでその家族が経済的に成り立っているというところもあったりする。そういったところも家族なのかとかね、という家族の在り方が多様しているということはその通りです。はい。ちょっと直接的なお話になってません。答えになってません。すいません。東南アジア地域における愛し合わなくても良いという思想が象徴的に現れていると感じるエピソードがあれば教えてください。ちょっと言い過ぎたかもしれませんが、東南アジアの人々に、あなたたち愛し合わなくてもいいんだってねって言ったら、そんなことないってみんな言うと思います。私が観察してそう思ってると思ってて、それが東南アジアの良いところだと、心地よいところだと思ってるので、問い詰めて、愛し合ってないんだろうなんていうふうに言わないでくださいね。愛し合ってる人同士は愛し合ってるんですよ。それが象徴的に現れてる。もう、全部って言っちゃったら言い過ぎでしょうか。なんだろうな、ちょっと、あんまり、それが日常なんで、なんか今すぐ、わかりやすい例っていうのをちょっと思い浮かびません。あんまり、選挙とか政治の話とかしても、
違う話ですよね。マレーシアの話で、2018年に61年ぶり以来、独立して61年目にして初めての政権交代が起こった。でその時に結びついた2人は実はずっと20年来のその性的同士だったみたいな。でもそれがまた2年経って、今回また組むか組まないかとやってるみたいな話もあって、それについての話をするとですね、実はその話はそのシナリオは、600年ぐらい前に書かれていたんだなんていうお話もあるんですが、なんかちょっとあんまりこの話し続けると煙に燃えちゃうだけになっちゃうので、ちょっと象徴的な例が出てくるかどうかまた探しておきます。東南アジアで行っているコロナ対策で興味深い取り組みが何かあったでしょうか。ちょっと最近の事例はまたちょっとこれも次回への宿題ということで、はい。今回ジャカルタ都市部の漢方の文化空間をどのようなものだとお考えでしょうか。漢方の過密性が問題になって自治体からの介入があるかもしれないので気になりました。具体的な事例については個別の事例についてはまたちょっと今度お話しするかもしれません。復興事業のこととなると経済にばかり視点が行きがちになりますが、文化空間にも重きを置くにはどうすればよいでしょう。文化空間って共有するのが難しいんですよ。一人一人の頭の中にあって一人一人の目には見えてる。それを複数の人の中でどうやって共有するかっていうところが大事で、それが出てこないことには行政とかそのつかみどころがないんじゃないかなと思うんですね。なのでどうやってそれを可視化するって言いましょうか、共有するっていうか、多分頭の中でね、その地域の人たちは大体その共有されているところがあると思うんですよ。それをどうやって目に見えるように、あるいは人に分かるように表現するかなっていうので、今までのところは多分寄り合いみたいにして集まっていろんな話をして手書きで地図を作って書いてとかっていうふうになるんでしょうが、もしかしたらその情報技術の発達によって本当にまさに目で見えるような何か出てくるということがあるかもしれません。それは技術の発達に伴って出てくるかもしれないなと思ったりします。はい。ちょっと時間がそろそろ過ぎました感じでしょうかね。もういくつか今日この場で即答できなかったものもありますが、それはもしかしたら次回以降織り込んでお話しさせてもらうかもしれません。ということで皆さんどうもありがとうございました。これでおしまいにします。